はい、こんにちは。今回で食考察3回目ですね。もうちょい早く終わる予定だったんですが、読み込んでいくとまだまだ興味深いことが出てきます。今回はユービックによってグリフィスに見せられたビジョンについて深掘りしていきます。このビジョンの中にある描写に隠された意味は何なのか。それでは行ってみましょう。未来に至る前に今一度帰るがいい。お前の原風景に、そして知るのだ。お前自身が何者であるか。これは幻ではない。お前の意識界における真実。ユービックのこの言葉によってグリフィスはビジョンへと誘われます。下町の路地裏をかける少年時代のグリフィス。友達と城を見に行く約束をしますが、友達が見当たらず一人で見に行こうとします。なぜか道に迷ってしまい、路地で糸を紡いでいるおばあさんに道を聞くと、道を示してくれ、友達が先に行って待っていると告げます。おばあさんの言う通りの道を行くと、いつの間にか真っ暗になってしまい、足元には無数の屍が。恐れおののくグリフィスに先ほどのおばあさんが話しかけ、これがあの城へ行くただ一つの道さ。他の道などありはしないよ。と伝えます。無数の屍はグリフィスの夢にかけた何千の仲間たち、そしてその仲間たちが生み出したさらに何万の人間たちということですね。その無数の屍を踏みしだいて、今までグリフィスは自分の夢までの道を駆け上がってきたのでした。そしてその夢から離れようとするなら、今度はグリフィス自身が屍になってしまう。現に彼は苛烈な拷問を受け、半死半生の状態にまで追い込まれています。夢に向かう過程で犠牲になった者たちを振り返っては前には進めない。彼らに報いるにはさらに多くの屍を積み上げ、それを踏みしめて頂までたどり着かねばならないという内容でしたね。このビジョンで案内役になっているおばあさんが実はユービックとコンラッドが変装しているというのも面白いですよね。ここでわかるのは、ユービックはグリフィスのこのビジョンについて、幻ではない、それはお前の意識界における真実と言っていますが、結局は彼らがグリフィスを焚きつけているとも見ることができるということです。さらにビジョンの中でガッツが、これがお前の夢につながる道なんだろう、そう信じてるんだろう、何言ってんだよ今更とグリフィスに語りかけるシーンも印象的ですね。グリフィスが夢さえも忘れるほどに思ったガッツのセリフを使って巧みにグリフィスを決断に追い込んでいます。今回の考察で一番フォーカスしたいのは、このビジョンの中のおばあさんが糸紡ぎをしていたというシーンです。それでは深掘っていきます。路上で糸紡ぎをするおばあさん。これなんで糸紡ぎだったんでしょうかね。例えば露店で何かを売っている人でもいいし、編み物してる人でもよかったと思うんですよ。しかし、そうそう、坊やの友達が先に行って待ってるとさ、というセリフの後に一コマ、糸紡ぎの車の部分がカラカラと回っているだけのカットが差し込まれています。これは何か意味があるんじゃないかと思うんですよね。糸紡ぎについて調べていくとすぐにヒットしたのが糸を紡ぐグレートヒェン。1814年に作曲されたフランツ・シューベルトの歌曲で、詩はゲーテのファウスト第1部を出典としています。ファウストが繋がってきたんで、僕ここでちょっと興奮してしまいました。さらに掘り下げていくと、その歌詞がなかなか興味深いんですよ。私の安らぎは去り、私の心は重い。それを私が再び見つけることはない。もう二度と。彼のいないところは私には墓場だ。世界中が私には辛い。私の弱い頭は狂ってしまった。私の哀れな心は粉々に砕けた。私はただ彼を窓の外に見て、ただ私は彼の後を追って家を出る。彼の気高い歩み、彼の尊い姿、彼の口元の笑み、彼の目の力、そして彼の言葉の魔法の流れ、彼の握手、そして彼のキス。私の胸は彼のもとへ迫りゆく。許されることならば、彼をこの手に捉え抱きしめて、そして彼に口づけたい。私の望み通り。彼のキスに好みが消え失せようとも。以上が原典の詩の内容なんですが、極めてグリフィスのガッツに対する感情に酷似していると思うんですよね。キスの部分はどうかわかんないですけど。さらに、私はただ彼を窓の外に見て、ただ私は彼の後を追って家を出るの部分に関しては、グリフィスの夢に向かって走る姿も想起させます。
の共通部分からゲーテのファウストにもっと何かヒントがないかと思って簡単に調べてみました。ちなみに僕は原点はちょっとしか読んだことないです。ファウストって戯曲なので全編が詩的表現ばっかりでなかなか僕には読みづらくて。ファウスト第1部の内容を簡単に要約していきます。学者であるファウストは老齢になり、人生の幕引きも間近かというところで結局何もわからなかったという結論に達し絶望します。そこに悪魔であるメフィストフェレスにそそのかされ、魂の契約をする代わりに若返るとともに現世で人生のあらゆる快楽や悲哀を体験させるという契約を交わします。若返ったファウストが恋をするのが町娘のグレートヒェンです。メフィストフェレスの手伝いもあり、あの手この手を張り巡らせて彼女と恋仲になりますが、彼女は合いびきするために母親に飲ませようとした睡眠薬の量を間違ってしまい、母親を死なせてしまいます。さらにグレートヒェンはファウストに捨てられますが、まだ彼を愛していました。そして糸紡ぎをしながら歌うのが先ほどの歌なんですね。さらに彼女はファウストの子をはらんでいました。いや、ファウストクズっすね。彼女は子を産みますが、貧困のためその子を口減らしのため亡き者にしてしまい投獄されます。それを聞きつけたファウストはメフィストフェレスの力を借りて彼女を助けようとしますが、彼女はすでに気が狂ってしまっており、ファウストの脱獄の誘いを拒否し、ファウストとメフィストフェレスは牢獄から姿を消します。どうですかね、この内容。さっきの詩がグリフィスの感情にリンクするのもそうなんですが、そもそも悪魔との契約というのが職を連想させますし、子を産んだ女性が気が狂い、かつての恋人を拒否する部分とかベルセルクの内容に妙につながってる感じがするんですよね。三浦先生はもしかしたらファウストも土台にしてたりするんじゃないかなって思うんですよね。さらに興味深いのが同じくファウスト第1部にあるワルプルギスの夜です。ワルプルギスの夜って魔法少女マドカマギカのラスボスでも有名ですけど、ファウストの中で描かれるのは妖精や魔女、鬼火、哲学者や旅人など多種多様な者たちが乱痴気騒ぎをするという内容です。これにはだいぶ哲学的な隠喩があるということなんですが、ここでは割愛します。重要なのはワルプルギスの夜は古代ケルトの春の祭りで実際にあるということなんですよね。語源は8世紀の女性宣教師であった聖ワルプルガであり、彼女が聖人の列に加えられた日ともともとあったケルトの祝祭の日が同日であったため、その日が聖ワルプルガの祭典、その前夜に行われる魔女たちの祭典がワルプルギスの夜と呼ばれるようになりました。この2つの祭典において、前日の夜は悪魔に仕える魔女たちが跋扈し、翌朝そうした闇の存在である悪魔や魔女たちは皆消え去って、代わりに光の存在である聖ワルプルガのための祭典が営まれていくというように、魔女と聖女、闇と光という表裏一体の2つの存在が一夜にして入れ替わる不思議な日として位置づけられています。魔族たちの乱痴気騒ぎ、まさに食のモデルとも思える内容ですね。闇と光が入れ替わるというのも、ゴッドハンドに転生したグリフィスが光の鷹として受肉するという内容につながりを感じます。ちょっと今回ファウストとのつながりが見えてきた時、新しいヒント見つけたみたいですごい嬉しかったんですよね。ファウストはもちろん中世ヨーロッパの大名作で、様々な作品のヒントになっているとは思うので、直接三浦先生が参考にしたかどうかは自信ないんですが、今後ちゃんと深掘っていったらまた何か今後どうなるのかにつながるヒントが見つかるかもしれません。続いてもらわないと確かめようもないんですけどね。あ、そうそう、ワルプルギスの夜なんですけど、現代でもちゃんと開催されてるんですよ。でも今はほとんど魔女のコスプレパーティーになってるみたいです。でも行ってみたいな。コロナでの入国制限とかいろいろ落ち着いたら、ヨーロッパのベルセルクのモデルスポットとか行っちゃう動画とか作れたらいいですよね。海外好きなんで単純に旅もしたいんですけど、せっかくならベルセルクも絡めていきたいですね。今後とも応援のほどよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。